皆さんこんにちは。おっちょこちょいのドジコです。今年のお花見キャンプの2カ所目になります。ここは滋賀県高島市の牧野高原キャンプ場にやってきました。つい2ヶ月前には雪中キャンプでこちらのキャンプ場に来させていただいたんですが、もう遠い昔のことだったかのようにすっかり季節は変わってしまい、今は桜が満開です。2ヶ月前にはこの辺り一面雪で覆われていて、雪遊びをする人たちで賑わっていましたが、今は緑で覆われていて絶好のキャンプシーズンの到来です。私はもうだいぶ前から桜の季節になったら絶対に川サイトに行くぞって決めていました。ですから今回も迷うことなく川サイトを予約しました。映像の方は林間サイトと高原サイトの間の川べりに植わっている桜並木です。このエリアの桜もとっても綺麗でしたよ。でも私は桜の木のすぐ下にテントを張ることができる川サイトの方にしました。こちらです。こちらも大人気で、平日というのにたくさんの方が来られていました。今日のテントは小川のタッソ TC を七角形にして設営しています。こちらのキャンプ場は冬はスキー場になりますので、緩いんですけど傾斜があります。ですからギアの置き方など少し工夫がいります。ギアも運び終えて休憩しているところです。テントの中から見える景色最高です。今回はこんな風に設営しました。ご覧ください。と言っても毎回同じような感じなんですけれども、さすがにもうストーブは持ってくること自体やめましたが、全然大丈夫でした。さて、こちらのキャンプ場では違う種類の桜が約1000本植えられていて、長期間楽しむことができるそうですよ。キャンプ場のお花見は明日にすることにして、今日はこれから海津大崎というところに行こうと思います。牧野高原キャンプ場から車で10分ぐらいのところにあるお花見の名所です。日本の桜名所100選にも選ばれているんですよ。右に見えますのが琵琶湖でございます。約800本のソメイヨシノが琵琶湖岸約 4km にわたり植えられていて、桜のトンネルを作っております。遊覧船に乗ってお花見をすることもできるようですし、またサイクリングでこの道を走らせている人もたくさんいらっしゃいました。私は今回はドライブにいたしましたが、ところどころ休憩するところやお店なんかもありましたよ。またキャンプ場の看板も1箇所途中で見かけました。とにかく圧巻の景色を堪能できました。ドライブスルーで海津大崎のお花見を終えてテントへ戻ってきました。夕食の準備と焚き火を始めようと思います。この動画を撮影した日は2023年4月4日だったんですけれども、やっぱり以前に比べると桜の開花時期は早くなっていますよね。私がまだ10代で学生だった頃はだいたい毎年4月の10日前後が満開の時期だったのをはっきり覚えています。そう考えると確実に気候変動が起こっていると身をもって感じます。それともう一つ、これは 3,4 年前から不思議に思ってたことなんですけど、私
ニュースと天気予報だけは毎日テレビを見るようにしてるんですね。で、この時期は桜の開花状況をテレビでも伝えられるじゃないですか。で、私は関西在住なんですけれども、桜の開花は東京の方が絶対に早いんです。今年も東京の方は3月の20日頃にはほぼ満開って報道されていたのに、関西はまだ三分咲きのつぼみの状態だったんですね。だけど気温は関西の方が2、3度高いんですよ。3、4年前にそのことに気がついて、なんでってずっと不思議に思ってたんです。そしたらある気象予報士の方がおっしゃってた話を聞いて、すごく納得できたんです。映像の方はミートボールを使ってロコモコを作ってみました。すごく美味しかったです。その気象予報士の方がおっしゃるには、諸説あるとしながらも、桜の木って樹齢が高いほど早く花を咲かせる傾向にあるそうなんです。なるほどなーって思いました。東京は首都ですから、どこよりも早く都市開発されて、日本の国家である桜をあちこちに植樹されたと思うんですよね。人間も年齢高くなったら早起きになりますからね。このこじつけはちょっと無理ありますかね。いずれにしてもこれまでずっと不思議に思ってたことが納得いく回答を得て、すっきりした瞬間でした。それともう一つ、桜に関するエピソードなんですけど、お客さんのふりをして品物を褒めたり買ったりする偽物のお客さんのことを桜って言ったりするじゃないですか。あれもなんで桜って言うのかなって長年疑問に思ってたんですけど、最近分かったんですよ。パッとやってきて派手に盛り上げて去っていくことから、桜の花の咲き方に似ているのでそう言われるようになったそうですよ。さてすっかり日も暮れて夜になりました。ここのキャンプ場はライトアップはないので、焚き火の明かりだけで夜桜を楽しんでおります。桜の花ってつくづく不思議に思うんですけれども、夜もしぼまないんですよね。私も花育てるの好きで、家でいくつか育てたりしているんですけれども、花って夜しぼむこと多いですよ。で、明るくなったらまた開くんです。桜は夜もずっと満開だからライトアップしても映えるし、夜は妖艶さを醸し出したりしていますよね。そういう二面性のあるところもミステリアスで、多くの人はそれでも受け入れてるんでしょうね。だって桜に関する言葉で桜散るだとか、あと古い歌ですけど、咲いた花なら散るのは覚悟なんていうのは失敗するとか終わってしまうことの意味ですよね。いいことだけじゃなくって悪いこともちゃんと受け入れているところが日本人のわびさびに通ずるなぁなんて、まるで詩人になったように感傷にふけりながら夜を過ごしたドジコでした。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画では2日目の様子をお送りします。チャンネル登録とグッドボタン、コメントをお待ちしております。またね。